さまざまな人間ドラマや愛憎劇が繰り広げられる僕のヒーローアカデミア。あなたが一番地獄だと思う家族はどの家族ですか？妻と息子が荒々しすぎる爆豪家。ということで今回は地獄の轟くんちについて解説していこうと思います。この動画ではヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでからこの動画を見てね。この動画を見終わった時、あなたは冬美ちゃん可愛いなと思っていることでしょう。それでは行ってみよう。本名轟翔斗、ヒーロー名ショート、個性韓霊半年、1月11日生まれの O 型。好きなものはそばです。学食でいつもざるそば食べてるよね。轟翔斗がそば好きなのは周知の事実のようで、ダビとの決戦前、兄貴の好きなものも知らないと語るショートに対して、絶対煮えたぎったうどんだと爆豪が断言しています。ダビなら冷たいそばが好きなショートくんの真逆なものが好きだろうっていう、かっちゃんらしい皮肉だね。轟翔斗の人生は生まれた時から過酷そのものでした。父であるエンデバーから自身が超えられなかったオールマイトを超えるヒーローを生み出すために、個性婚の末に生まれたショートは生まれた瞬間から長男のトウヤに妬みの対象にされ、物心ついた頃にはエンデバーから度が過ぎたスパルタ教育を受けるようになります。兄弟たちとも隔離されてまともに遊んだ記憶がないんだよね。兄から疎まれ、父から虐待に近いしごきを受け続けるショートは唯一心を許せる母親のことが大好きだったのですが、母親のレイはトウヤの度重なるヒステリーやエンデバーの責任転嫁から精神を病んでしまい、限界を超えたレイはショートの顔面に熱湯を浴びせかけ、顔半分がただれるほどの大やけどを負わせてしまいます。信じてたお母さんにも見捨てられたのは辛かったろうね。母が精神病棟に入院してからは父のしごきがさらにエスカレートし、さらに地獄のような日々を過ごすことになりました。これはグレてもしょうがないよ。幼少期の苦い思い出が原因で UA 入学当初は他人に関心がなく、見下すような冷たい心を持っていたのですが、緑谷いずくやクラスメートたちと出会ったことで本来の優しい性格を取り戻し、母親とも若い父のエンデバーに対してはまだ許しきれていないところもありますが、彼なりのけじめをつけようと葛藤しています。轟くんって本来はどんな性格なの？一言で言えば天然です。基本的には穏やかで優しい性格をしており、他人のことを思いやれる性格なのですが、幼少期に他人とコミュニケーションを取る練習をしてこなかったため、冗談や皮肉が通じなかったりします。ミネタやかっちゃんの皮肉も通じてないよね。しかしぼーっとしているようで他人のことをちゃんと見ている彼は、度重なる失敗で自信喪失してしまったヤオモモを勇気づけたり、兄が傷つけられ暴走した飯田天也を説得したりと、大切な友達への関心は高く、クラス委員長の飯田天也とヤオモモは彼に絶大な信頼を置いています。普段冷静な2人の恩人がど天然な轟くんっていうのが面白いね。轟くんは家族とはどんな感じなの？家族との関係は比較的良好で、姉の冬美と兄の夏男は弟のショートのことをとても大切に思っており、関係も良好です。また一時期は溝があった母のレイとも関係は修復されており、全寮制になった後も入院している母と文通をしているようでした。メールとかじゃなくて文通っていうのが轟くんらしいよね。父のエンデバーに対してはまだ幼い頃に受けた虐待の恨みは完全に晴れていないものの、ヒーローとしては尊敬しており、ダビとの一件で心が折れかかったエンデバーを最初に支えたのは轟翔斗でした。この2人は関係が修復されても息子大好きバカ親父と父の愛情表現が鬱陶しい息子っていう関係は変わらなさそう。本名轟冬美、ヒーロー名なし、12月6日生まれの22歳で、好きなものはドラマ、現在は小学校の先生をしている新米教師です。轟家唯一の両親。轟家の長女として生まれた冬美は幼い頃から明るく天真爛漫な性格をしており、兄のトウヤ、弟の夏男とボール遊びをしていた活発な少女でした。個性は母親から霊気の個性を受け継いでいますが、特にトレーニングも積んでおらず、至って平凡な個性に収まっているようです。髪の色が白髪ベースに赤髪がちょっと混ざっているから、エンデバーの個性もちょこっと受け継いでいたのかもね。末っ子のショートが生まれてからは家庭がすさんでしまい、
弟の夏男と部屋の隅で震えながら幼少期を過ごしました。虐待とかはされていないけど、新兄弟が狂ってる状態で過ごすのはかなりきついよね。母の入院後は弟のショウトが父に厳しくしごかれているのをただ見ていることしかできなかったことが負い目に感じていたようで、教師を目指したのもショウトへの罪滅ぼしという意識が少なからずあるようです。そんな幼少期を過ごした冬美は温かい家庭への憧れを強く持っており、家庭崩壊した後も家族がバラバラにならないように母のお見舞いや家事を積極的にこなしていました。冬美さんがいなかったら、お母さんが入院した時点でほぼ轟家は崩壊していたってことか。明るく前向きな彼女にはエンデバーも感謝しており、唯一家族全員と交流できたのが冬美だったので、ショウトが友達のデクと爆豪を連れてきた時は舞い上がってしまい、豪華な手料理を振る舞いました。辛いもの好きのかっちゃんは冬美さんの四川麻婆豆腐がすごく気に入ったみたいで、帰り際にレシピを聞いてたね。そんな家庭的で美人な冬美はヒロアカファンからも特に人気が高く、中でも同い年のホークスとカップリングされることが多いようです。ホークスと冬美さんが結婚したら轟家が一気に明るくなりそう。本名轟夏男、ヒーロー名なし。7月1日生まれの19歳で、身長181センチと轟家の中ではエンデバーの次に体格が大きく、エンデバーの学生時代とそっくりの顔立ちをしています。父親のことを一番嫌っているのに一番外見が似てるって皮肉だね。轟家の次男として生まれた夏男は母親の個性を引き継いで生まれたため、父に期待されることもなくほとんど相手にされなかったせいなのか、父親との思い出は全くないと語っています。夏くんってエンデバーにしごかれたわけでもないのに、なんで一番嫌っているのかな。夏男自身とても優しい性格をしており、弟のショウトや姉の冬美とも仲が良く、母のお見舞いにも頻繁に顔を出しています。さらに長男のトウヤとも男兄弟ということもあって一番仲が良かった夏男は、轟家を崩壊させたのは父が全て原因だと思っており、直接危害を加えられてはいませんが、大切な家族を壊された恨みから未だに父親のエンデバーを許すことができていません。一番被害がないのになんでエンデバーを嫌っているんだろうと思ってたけど、そんな背景があったんだね。夏男自身も幼少期は苦い思い出が多く、兄のトウヤと同じ部屋で寝ていたのですが、毎晩狂ってしまった兄から悩み相談と称して家族への不満や恨みつらみを意識を失うまで聞かされ続けるという地獄のような日々を過ごしており、それがトラウマになっているようです。人を簡単に焼き殺せる個性を持ってて、精神が狂った兄貴から毎晩恨みつらみを聞かされる状況って想像してみたら怖すぎるよ。そんな窮屈な幼少期を過ごしてきた夏男は姉の冬美から、家のことは自分に任せてやりたいことをやってほしいと言われたことをきっかけに大学に進学、一人暮らしをして彼女もできたようで、充実したプライベートを過ごしているようです。轟家の中だと一番平和な日常を過ごしているんだね。それでも実家のことは気になるようで、姉の頼みならば心底嫌っている父親との会食にも参加しており、本物の家族になりたいと願う姉の望みを叶えたいという思いと、家族を壊した父親のことが許せないという思いが混じり合い、未だ折り合いがつけられていないようです。本名轟レイ、ヒーロー名なし。好きなものは林道の花です。氷系個性の名門と呼ばれる氷室家に生まれたレイは、自分で好きな人生を選ぶことができず、氷室家への経済的援助を条件に当時新進気鋭のプロヒーローエンデバーとして活躍していた轟園児とご成婚をしました。ダビやショウト君はエンデバーが無理やりめとったって思ってるけど、どちらかというと氷室家が没落したくなくて娘を差し出したっていうのが正しいかもね。轟園児曰く、彼女の第一印象は触れれば消えてしまいそうなほど儚い氷のような女と述べており、オールマイトが超えられずナンバーワンヒーローになりたいという呪縛に苦悩していた自分の人生と、氷室家に人生を縛られ好きなように生きることのできない運命を背負ったレイの人生を重ねていたのかもしれません。出会ったきっかけはご成婚だったけど、ちゃんとお互いに愛情はあったのかもしれないね。結婚後しばらくは何の問題もなく過ごしていましたが、父親の炎の個性を受け継いだ長男のトウヤが誕生し、トウヤのために兄弟がいた方がいいのでは
というレイの提案で、長女の冬美が誕生したあたりから徐々に家庭崩壊が始まります。この時に何が起こったの？炎の個性を受け継いだことで、尊敬する父のようなヒーローになりたいと願っていたトウヤでしたが、肉体はレイの個性を受け継いでしまっており、自身の炎に体が耐えられないことが判明します。しかし一度ヒーローを志してしまったトウヤは止まることができず、父に認めてもらうためにさらに個性を伸ばし続けるようになりました。承認欲求がカンストしちゃったんだ。その後、半霊半年の個性を受け継いだショートが誕生したことで、完全にトウヤが暴走、家族に危害を加えるようになります。さらにトウヤの子育てに悩んでいたレイに追い打ちをかけるように、ショート以外の子供たちの育児放棄をした園児と衝突を繰り返すようになったレイは、園児の顔がトラウマになるほど怯えてしまい、精神的に追い詰められた時に、母を心配して近寄ってきたショートの顔が園児に見え、とっさに熱湯を浴びせてしまいます。守ろうと思った家族を自分で傷つけてしまったことで、完全に精神崩壊してしまったんだね。精神病棟に入院したレイは10年近く家族から隔離されることになったのですが、ショートがお見舞いに来てくれたことがきっかけで徐々に立ち直り、ダビの正体が息子のトウヤだと判明した後、轟家の問題に真正面からぶつかるべく奮起したレイは、当初の儚く消えてしまいそうな氷のような女という印象は消え失せ、家族を守るために立ち上がる強い母親の顔をしていました。暴走した長男のために家族全員で立ち向かうっていう覚悟を最初に決めたのは、今まで意思表示を全くしてこなかったレイさんだったっていうのがなんかいいよね。本名轟園児、ヒーロー名エンデバー、8月8日生まれの45歳で、好きなものはくず餅です。轟家をぶっ壊した張本人。轟家の悲劇は、轟園児がナンバーワンヒーローに憧れてしまったことがきっかけでした。オール・フォー・ワンもその執念が君を歪めたって言ってたけど、これってどういうことなの？轟園児がナンバーワンヒーローを狂ったように追い求め続けたのは、父親の死が原因でした。園児が幼い頃、父親がヴィランに襲われそうになった少女を救うために飛び出すのですが、救助することは叶わず、少女もろとも死んでしまうという事故が起こりました。それ以来園児は父がなれなかった超人に憧れるようになり、それと同時にオールマイトのような超人になれなかった自分自身に劣等感を抱くようになります。父親があっけなく死んでしまったショックと、みんなが憧れるオールマイトを見て、いろんな感情がごちゃごちゃになっちゃうんだね。ヒーロー名を努力という意味を持つエンデバーにしたのも、努力し続ければきっとオールマイトのような超人になれると、ある意味卑屈ともいえる園児の心の内を表しており、いつしか超人への憧れは呪縛へと変わっていきました。ナンバーワンヒーローを目指していたのはそんな過去があったからなんだね。しかしどんなにあがいてもオールマイトを超えることができない園児は、自分の夢を叶える後継者を生もうと考えるようになり、個性婚の末、半霊半年の個性を持つショートが生まれたことで、さらにその呪縛は家族をも巻き込んでいきました。自分じゃオールマイトにかなわないから、息子に自分の夢を叶えさせようっていう卑屈な性根をオール・フォー・ワンに見抜かれていたのかもね。父親の死から始まった園児の呪縛は轟家を崩壊させ、ダビという最悪のヴィランを生み出してしまいましたが、ショートが家族をつなげ、もう一度団結することで自分の役割を理解した園児は、目をそらし続けてきたトウヤと向き合い、決着をつけるため最後の戦いへ身を投じていきます。ビンビンに立ちまくっている死亡フラグをへし折って生還してほしいよね。本名轟トウヤ、ヴィラン名ダビ、1月18日生まれの25歳で、好きなものは爆豪曰く煮えたぎったうどんです。ダビがうどんすすってたらなんか可愛いよね。轟家の長男として生まれたトウヤは、父の個性ヘルフレームを色濃く受け継いでおり、父の期待通りヒーローを目指すのですが、ある日自分の炎で体に火傷を負ってしまう事故を起こします。氷系の体質も受け継いでたから、自分の強すぎる炎に体が追いつかなかったんだね。父の園児はトウヤの安全のために個性を使うのをやめさせ、ヒーロー以外の道に進むようにトウヤを説得するのですが、一度火がついてしまった心は止めることができず、さらに個性を伸ばし続けるようになります。そして父が望んでいた半霊半年の個性を受け継いだショートが生まれてしまったことで、トウヤの自尊心は崩壊、
父に見捨てられたくなかったトウヤは衝突にまで危害を加えるようになってしまいました。父親から期待されなくなるのが怖かったんだね。父から止められてもさらに個性を伸ばし続けようとしたトウヤでしたが、第二次成長を境に髪の色が白く変化し体質が変わってしまったことで炎に耐えられなくなってしまいます。そしてある日、自分の力を父に認めてもらいたい一心で最大火力を放った際、山火事を引き起こしてしまい、自分の炎にトウヤは全身を焼き尽くされ、下顎の骨しか残らない状態で死亡してしまいました。かなり悲惨な死に方をしちゃったんだね。しかしその一部始終を見ていたオール・フォー・ワンによって瀕死のトウヤは回収され、ドクター・ガラキの手術によって一命を取り留めます。なんでオール・フォー・ワンはトウヤのこと見ていたの？もともとオール・フォー・ワンは次の自分の器になる強力な個性を持った子供を探しており、トウヤもそのうちの一人だったようで、なんとか洗脳しようと試みますが、トウヤの父への憧れと執念はオール・フォー・ワンの人心掌握術をもってしてもコントロールできませんでした。ドクターが魔王すら見放した編集教の支援って言ってたね。父への憧れと愛情が裏返り、父の大事なものを全て焼き尽くすためにダビとして生まれ変わったトウヤは、もはや轟家など眼中になく、エンデバーへの執着と衝突への嫉妬心しか持ち合わせていない狂人になってしまいました。トウヤは他の家族のことはどう思っているの？妹の冬美と母のレイに関しては、うちの女なんか皆ダメダメだと見下すような発言をしており、ダビになってからも完全に興味を失っているようです。でもさ、正体を明かした時に冬美ちゃんって言ってたのがなんか可愛かったよね。仲が良かった夏くんのことはどう思っているの？地獄の悩み相談を毎晩打ち明けていた夏男に対してもすでに興味はなくなっているようで、エンデバーが苦しめば何でもいいと思っているダビはエンデバーに恨みを持つヴィラン。エンディングに夏男を襲わせて、あわよくば夏男が殺されればエンデバーがもっと苦しむと思っている節があり、夏男に対してもただの憎しみをぶつける対象としか思っていないようです。完全に家族のことはどうでもよくなっているんだね。ショート君に対してはどう思っているの？ショートに対してはエンデバーと同じく復讐の対象として見ているのですが、根底には嫉妬心が渦巻いており、最終決戦では最高の環境と最適な体があるくせに他にすがった、全てを持って生まれたくせにそうあろうとしなかったとショートに向かって叫んでいる様子を見ると、ハンレイ・ハンネンという最高の個性とエンデバーという最高の父親に指導してもらえたのにユーエイなんかに生きやがった、望まれて生まれた子なのに父の理想を継がなかったと解釈することができ、簡単に言うと自分が望んだことを全部手に入れられたショートが羨ましいという嫉妬心を抱いていることがわかります。トウヤってさ、一度死んでダビに生まれ変わったって言ってたけど、結局本質は何も変わってない、お父さん大好きっ子のままだったってことだよね。父に振り向いてもらいたかったトウヤと今度こそちゃんと向き合おうとしているエンジ、この2人の決着はどんな結末を迎えるのでしょうか。ということで今回は地獄の轟くんちについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。なんだか家族全員愛し合ってるのに奇跡的に全部空回りしている超コミュ障メンヘラ一家ってことが分かったよ。愛と憎しみは表裏一体というのがよくわかる家族でしたね。この動画が1000いいねを超えたら地獄のしがらきくんち解説もやろうと思うので、いいねとチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。クルスウルトラ。